大志座さん2023年下半期カードリーディングをしていきます。相互のエリアにエース・オブ・ワンズが出ている場合、全体的な逆位置カードの意味をスローダウン、見直し、注意が必要ですよというふうに読んでいきます。総合エリアで言うと、忍者のカードが逆位置。なので、ここに注意、見直しが必要ですよというメッセージがある。忍者の逆位置なので、何か未来のビジョン、未来への指針、そういうものに対して見直そうと言っている感じもします。1ハウスに木星天王星がいるんですね。その1ハウスに3のワンズ、これも未来へのビジョンみたいなものが見えてきている感じがするんですね。なので見直しをすることで見えてくるよ、そんな感じのメッセージにつながっているのかな。1ハウスには天王星がすごく長いこといるんですね。なのでお牛座さんらしさというものに対して長期間変革がすごく起きているんじゃないかなと思います。それを表しているかのように9という数が重複しているんですね。9というのは完結、完成、終わりましたよというような意味なんですね。まだ天王星はいるんですけれども、そろそろ移動していく前にもなってきていて、その最終段階としてこれからもう本当にこの変革、お牛座さんの変革をもう最終的に完成させていくよと、そういう力がこもっている感じがここに出ています。変革っていうものを起こしていくんだっていう、そういう力強さも決意みたいな、天皇星からのそういうメッセージが来ている感じですね。大志田さんの完璧主義スキルところに対して、いやいやもう準備できてますよっていうのをあえてカードが教えたがっている感じにも見えるんですね。3のワンズ、準備が完了しましたよというような意味でもあるので、スタートしていいですよ、そういうメッセージにも聞こえてきます。今回お牛座さんの大アルカナを見ていくと、ルーラー回帰とかカード回帰、ミューチュアルレセプションというものが起きていない、そういう場合マインド的に落としどころがない感じになってくるんですね。それがマインドの堂々巡りを起こしている可能性があって、今すごく堂々巡りでいろんなことを考えている、あれもこれもというふうに考えている可能性が出ていて、なんだけれどもそういう時期も大切、その中から見つけていく、いろんなことを考えてそういう中で気づきというものが深くなる、気づきというものが多くなる、そういう時期でもある。なので堂々巡りをしている感じはそういう時もあっていいんですね。固定されないマインドということですね。大牛田さんは固定給で、その固定給というところに水星逆行が今年は起きていて、マインドというものも柔らかくしていく、そこの固定給の人たちのマインドを、固定されていてなかなか変わりづらい人たちなんだけれども、ちょっともうそこ力入れて変えていくよというような年でもあるんですね。大志田さん自身を表すこのカードがこれなんですが、セブン・オブ・ペンタコーズ、このカードは大志座さんの終わり頃の度数のカードなんですね。いろいろ
何かより良くしていくこと、社会をより良くしていくこととか、自分の生活をより良くしていくこととか、何かしらを解決しようといろいろ考えている、そんな方々を表しているカードなんですね。それが大志座さんの終わりの度数のカードなので、この時期に生まれている方は特に解決力がすごくあったりすると思うんですね。その解決力というものを軸にはしている。その上で堂々巡りの今マインドなんですね。大アルカナにそういった特徴のない感じで出てはいるんですが、ただある意味ちょっと特徴もあって、自分らしさというものを表すハウス、そこに太陽、それが逆位置なんですね。この太陽が逆位置で、自分というものを表すハウスの対極にあるパートナーや人、そういうものを表すハウスに月のカードなんですね。これはとても対極っていうのが現れているカードなんですね。太陽と月。太陽と月というものは2つでセットで、2つ1つが重なって力を出していけれる、そんな意味合いにもなってくるんですね。もしかしたらパートナーさん、ビジネスパートナーであるかもしれないし、ソウルメイト的な近しい親友かもしれないですが、そういう方が月のタイプで、大石田さん自身が太陽のタイプ、そういうふうなことを表している可能性もありますね。または逆に人から見てはそういうふうに見えてない可能性がある。大志田さん自身はすごく太陽のように明るいんだけれども、人からは落ち着いている月のような感じにも見えているかもしれない。パートナーさんは本当はネガティブだけど、それを隠していて、すごくポジティブな感じに周りからは見られているかもしれないんだけれども、本物のポジティブというんですかね、ポジティブなふりをしているだけではなく、本物のポジティブってこういうものですよっていうのをお石座さんが手本として見せている可能性もあるかなと。このちょっとパラドックス的なカードの配置が、カード的に本物のポジティブというものを、それを見せてやりなみたいな感じで、なんかちょっとおちゃらけているように感じるんですね。偽ポジの人に本物のポジティブってこうだよって、もう見せてやりなよっていう風に大志座さんに言ってる感じもするんですね。長いこと天王星がいるので、その時期にもし結婚っていうようなことも起こってきている方もいるかもしれない。そのパートナーさんがこの時期に出会っているので、一緒に革命をしていくような、そんな革命家的なパートナーさんであって、すごいシナジーが起きてくる、本当にソウルメイト的な、出会うべくして出会った、この時期に社会のために世界のためにこの2人は役立っていくんだっていう、そんなセットアップがされたような、そういう出会いも起きたんじゃないかなと思うんですね。もし結婚ということでなかったにしても、近しいそういうパートナーができたことで、一緒に太陽と月、そういうような存在になって、そのシナジーがすごく起こってくるような、そういうカップルになっている、そういうパートナーシップができている。ビジネスパートナーであれば、これからの社会に革命が起こされていくような、そんなビジネスのパートナー、そういう出会いがあったんじゃないかなと思うんですね。今は木星も大石座さんのところに来ているので、
かなりこの天皇制の革命というものを手助けして最終的な完成にかなり近づけている感じが、その力の入れ具合っていうものがすごく伝わってきますね。それに対してパートナーシップにおいてもかなりお互いに見直しをさせようと、お牛座さんだけじゃなくパートナーさんもかなり今見直しを迫られている、そんな感じも出ていますね。10ハウスに冥王星が来ていて、今逆行で9ハウスに戻ってまた戻ってきてっていう行ったり来たりをしてるんですね。そこにもちょっと面白いカードの配置が起きているんですね。この大アルカナは戦車。これは4のハウスのカードになってくる蟹座さんを表すカード。蟹座さんは4とリンクする意味合いなんですね。蟹座さんのカード、月ですね。ルーラーが月なんですね。そこに対してその対極、その4ハウスのカードの対極には獅子座さんのカードが出ているんですね。この獅子座さんのカードはルーラーが太陽、ここは月と太陽、またこれまた月と太陽、対極の軸に現れてきちゃったっていう感じなんですね。次は2ハウス。2ハウスは大牛座さんの意味合いとリンクしているので、大牛座さんのハウスなんですね。2ハウスは才能、豊かさ、価値観なども表していたりします。あと感性とか大牛座さん的なそういう意味合いですね。そういったものを表しているハウス、そこにクイーン・オブ・カップスのカードが出ている。このカードがどうも大志田さんの怒りみたいなものを表していたりもするのかなと。怒りでない場合もあるかもしれないですが、何かすごいネガティブな感情というものをここに表している、そういう感じに伝わってくるんですね。大志座さんの中にあるネガティブな感情、そういうものを伝えようとしてくれている、そんな風に聞こえてくるんですね。そのネガティブな感情というものが怒りであるのか悲しみであるのか、そういったものがわからないんですが、そういう感情が起きてきた理由が、もしかしたらその対極の8、家系というものを表すハウスから影響を及ぼしている、そんな可能性も出ているんですね。7のペンタコーズが大志座さんのカードだとお伝えしたんですが、そのカードが対極に出ているので、対極のカードが2のハウスに何か影響を及ぼしている、家計のことについていろいろ解決したい、家計のことに対して何かより良くするために今いろいろ考えている感じ。でもそれが難しくて、もしかしたら結婚とかっていうものが起きてきて、義理の家族の家系であるのかもしれない。その義理の家族のことでいろいろあったのかなというのも8ハウスに逆位置で出ているカードからも聞こえてくるんですね。そのいろいろ頑張ったのかなという感じなんですが、そこが怒りという感情や悲しみという感情につながってきているのかもしれない。義理の家族と分かり合えれない部分があったかもしれないですね。そういう部分でもこの革命っていうような時期に出会っているので、革命を起こす家計への革命も含まれてはいると思うんですね。
家計のカルマを断ち切ってそのパートナーさんの家計を良くしていく、そのために出会ったような可能性もあるので、そういうものが含まれているのであれば、本当にすごく大変な思いをされている義理の家族に対してすごく今悩んでいることがありそう。その解決が少しずつでもできている感じも出ていますね。大志座さんはすごく穏やかなイメージの方々なんですが、その大志座さんを怒らせる、闘牛みたいな感じですよね。赤い何か布を見せてしまったわけですね。でもその赤い布を見せなければ怒るような方々ではないんですね。なのでこの穏やかな大志座さんの怒りを呼び覚ましてしまうほどの何かがあったんですね。それは本当に大変なことだったんじゃないかなと思いますね。ニハウスの大アルカナは女教皇さんですね。女教皇で対局がフール。これもすごく違う感じですよね。このカードの対局の意味になってくる、真反対の意味になってきそうな、そんなカードのここも出方をしているんですね。で、女教皇さんは逆位置ですね。フールはこのカードが出てくる時っていうのは、ボールが下に落ちきって、あとはもう跳ね返ってくるしかない、その跳ね返ってくる時にフールのカードが出てたりするんですね。抜け切ったみたいな、何かもう抜けちゃったみたいな、苦しすぎてもう限界すぎて、そのエリアに対して何かしらもう落ちきるようなことが起こった、落ちきってもそこを抜け切った、そんな感じを表してたりもするので、そこで大変なことがあった、そういうのがやはり伝わってくるんですね。ボールが下に落ちきって、あとは跳ね返ってくるしかなくなる、そんなことがあった感が出ているんですね。女教皇さんが逆位置で出てるので、お金に対して今までシビアに考えてきたことがなかったか、もしくは今までシビアに考えすぎていたか、そのどちらかなんですが、それが今変わってきてて、ニュートラルになりつつあると。そのニュートラルになることで今興味がなかった人は少し興味を持ち始める、こだわりが強すぎた人はこだわりが手放せていけれる。女教皇さんのメッセージ的に、もう真面目すぎるのやめたみたいな、真面目すぎるとこちょっと見直していこうかなという段階なのか、対局にフールが出ているのでもうやめたみたいな、そんな感じなのかもしれない。ここには2という数も重複しているんですね。その女教皇座の数が2ハウスに2のカードが来ていて、女教皇座の2という数も重なってくる。2のハウスが大牛座さんのハウス、そこに2という数まで重なってきた。対局の8ハウスで義理の家族の方々といろいろあったことで、自分の違いというものが分かってきた。2という数は違いを知るという意味なんですね。鏡的に人に映し出されることで自分の違いが分かってくる。まさにそれが起こってきている。1ハウスに天王星が長いこといて、大牛座さんらしさという目覚めを、革命を今起こそうとしているんですが、
そのためにすごく役立つようなことが起きてきたということですね。大志座さんの価値観を変えたり、豊かさについての価値観であったのかもしれない。自分の個性、才能というものへの気づきであった可能性も大きい。このカードも真面目すぎる自分を見直していく感じも出てますね。8ハウスのこのカード、ページ・オブ・ペントコーズが逆位置なんですが、もしかしたらその義理の家族であったり、家系の方、アダルト・チルドレン的な、そういう方がいらっしゃったのかもしれないですね。10ハウスに出ているこちらのカード、これもエナジーヴァンパイア的なカードにも見えるんですね。これがもしかしたら家族、義理の家族のことなのかもしれないし、小さい頃育った家族の中にいらっしゃったかもしれないですね。ハウスに冥王星が来るので、その前に今お試し期間のこの間にそういったものを癒していく大志座さんの社会での活躍のゴール、そこに向けて力を発揮するためにこの癒しというものが今すごく大事になってきそうです。11ハウスには木星、海王星が位置している。12ハウスにはキロンが位置している。で、1ハウスは個人というものの下半分のエリアにはなってくるんですが、そこも木星天王星が位置している。社会を表す上ですね。そして受動的、能動的、社会の能動のエリア、この能動エリアに惑星がすごく集中しているんですね。能動のエリアなので自発性、自主性というものがすごく発揮されていく。冥王星が10ハウスで今トライアンドエラー数年お試し期間というのが起きている。その間にこの癒しを起こしていくことの大きさというものも伝わってきます。12ハウスはスピリチュアル、精神、世界、ワンネス意識、そういったものを表すハウス。そこにキロンがいて、その対極が6ハウス。まさに6のハウスに6というナンバーがトリプルで出てきている。大アルカナの6、そこを含めて6のカードを重ねてきているんですね。6に対してすごいメッセージを伝えたがっている。6は社会貢献、社会奉仕、仕事といったものも表している。そこに対しても私に何ができるだろうとすごく考えている、そんな感じなんですが、ただ逆位置なのでスローダウンなんですね。注意してくださいね、見直ししていきますよと。少しその自主性というもののスイッチがかなりオンされたことでの焦り、社会的な活躍をしていきたいんだと、どういうふうに社会貢献をしていったらいいんだ、そういうふうに自分で考えているんだけれども、そこへの焦りが出ている。その焦燥感をこの3枚のカードが表している、そんな感じもするんですね。社会の理想みたいなものも出てきているんだけれども、その社会の理想というものへの焦り、何かできないか、いや何もできていない自分がいる、そんな風に自分を責めている、そんな感じも伝わってくるんですね。でもそこをちょっと見直していきましょうと、スローダウンしましょうと、タイミングが来ますよと、大志田さんのタイミングというものが来るんですよと教えてくれている、そういうふうに伝わってきます。12ハウス
のスピリチュアル、そういったものにキロの癒しが入っていく。大志田さんの中にあるカウンセリング力というものを使って、そういうところを癒していく。このロックハウスの対局にもそこを癒していこうとしている、そんな感じも伝わってきます。大志田さん自身が体、感覚、そういったものにすごくつながっている方々なので、ヒーラーとかまさにキロンのカウンセリング力みたいなものがすごくある方が多いんじゃないかなと思うんですね。そういう面でヒーラーというところへの目覚めが起きてくるのかなとも思うんですね。過去に自分のスピリチュアルな能力を押し込めてしまった可能性がある。それを家系の中から自分が発見することができるかもしれない。自分自身をカウンセリングしていく中で、過去を見つめていく中で、家系というものを見つめていく中で見つかっていく可能性がある。その隠してしまったような自分の能力、それを発揮することが大志田さんのカリスマ的なリーダー性というものがこのエリアで発揮されるよというのを表していますね。大志田さんというのはすごく精神の安定している方々が多いんですね。知のグループなので安定というものもすごく表しているんですね。大志田さんのその精神の安定というものが人々に手本っていうもので表していくこと、それもこのカードの意味として出ているのかなと思いました。大志田さんのサインに天王星が長いこといた、その間に海外というものに移動したり海外生活をした方もいらっしゃったりするのかなと思うんですね。天王星がそういうのを表していたりもするので、Qハウスは海外というものを表したり経験を通して学んでいく、そんなエリアなんですが、そこにナイト・オブ・ペンタコーズが出ている。ですごくそこがバタバタと何か頑張ってきた感じが出ているんですね。なのでこの数年その天王星の働きで海外に行ったりとか遠出をするようないろんな経験というものが、新しい経験というものをですね、今までしたことのないような、そんな経験をする機会がたくさん起きてきたのかな。Qハウスには冥王星も長期滞在していて、今まさに逆行で見直し、復習、最終段階のチェックが行われている。そこで、ちょっと疲れを表してたりもしますね。冥王星がそこに働きかけたので、今までちょっともういろいろ経験しすぎたと、バタバタと飛び回ったと、いろんなことが起きたと、そこでもう疲れたので、ナイト・オブ・ペンタコーズのようにスローダウンですと、ああやっと落ち着いたみたいな感じの声も聞こえてくるんですね。Qハウスに冥王星が長期滞在したことで広い知識が広がった、さまざまな経験をすることになった、そんな機会が増えた。それが10ハウスにも現れてきていて、何か環境っていうものが変わってきている。その環境のすごい大きな変化があったんじゃないかなというのも出ているんですね。戦車は移動というのも表しているので、移動をされたやはり Q ハウスのそういう遠くに行く感じの広い経験というものの広がり、そういうことが10ハウスにもつながってきているのかなという感じですね。6ハウスのこの
6 of Swords も移動しているカードなので、こういった面での移動、意識の変化かもしれないし、知識の広がりによる変化が影響し合っているのかもしれないんですが、何か環境が大きく変わっていった感がやはり出ていますね。それが仕事のスタイルやこれからの社会の活躍について影響してくる。Q ハウスに冥王星が長期いた。そのすごく疲れた、いろいろ学びが起きた、経験が起きた、そういう疲れが出ている。そのエリアの大アルカナ、そこが女帝のカードなんですね。女帝さんで、対極のサンハウス、サンハウスの意味は一人でも学習できるようなことであったり、コミュニケーション、そういったものを表すハウス。そこにはデスのカードが出ているんですね。Q ハウスに冥王星が長期いった。そこには女帝が出ていって、対極にはデスのカードが出ている。このデスのカードはその冥王星が長期いた、そんな感じもすごく表しているなっていう感じがするんですね。このカードはさそり座さんのカードでもあるんですが、さそり座さんのルーラーが冥王星。冥王星の長期滞在、それが終わりを迎えていますよ。そんな感じで出てきてくれている、ちょっと面白い感じですよね。冥王星親分が長期やはり滞在していたので、何かと大変なことが旧ハウスのエリア、もしくは対極の3、学びというエリアにも起こってきたのかなと思うんですね。旧ハウスによって経験などいろいろ起きてきた。そこで新しい興味みたいなものも湧いてきたのかもしれないですね。いろんな興味が広がっていく、そんなカードも出ている。そこで何か発信をするという決意をしたサンハウスが発信とかも表すんですが、何か表現をしていこう、自分というもの、これ今まで学んできたことを表現していこう、そういうふうにも聞こえてくるんですね。で、ゴハウスのそういう自己表現とかを表すところにクイーン・オブ・ソーズが出ている。大志田さんの過去の経験、そういうものを通して学んできたことも含めて発信していく、そんな感じが伝わってくるんですが、もし発信していないとしたら、今冥王星が最終段階で帰ってきているこの間に、この期間にそういったことの促しが始まるんじゃないかなと。とにかくもう急いで発信まだしていないんですかと。大志座さんの発信待っている方いらっしゃいますよ。大志座さんの発信を心待ちにしている方いますよ。そんな感じにも聞こえてくるんですね。Q ハウスの女帝は、ああ、もう築き上げたわ、みたいな、そんな安堵を表しているような、そういう経験の豊かさを今まさに享受しているような、満足した気持ちでもあるのかなという感じですね。または、そういった経験の広がりによって自分の豊かさにつながっていくよ、そんな風にも教えてくれているのかもしれないですね。まだもう少し冥王星はここ行ったり来たりっていう感じなので、Q ハウスのいろいろなことを大志座さんにとっての
新しい視点が見つかる、新しい視野が広がる、そんな経験が起きてくるのかもしれないですね。女帝のようになれるよという未来のそういう姿を見せてくれている、そういうふうにも取れますね。5ハウスと11ハウスのこの軸、自分の表現、自分の楽しみ、遊びといったようなところ、また身近な人とのそういった時間、そこの対極の11が仲間とかコミュニティ、大きい範囲でのものを表している。5ハウスにはジャッジメント、11ハウスにはジャスティス、5ハウスに対してはそういう発信というところ、自己表現をしていくと、そういったことが起きてきている。まさに目覚め的な感じをこのカードは表してくれている。ジャスティスは何かお牛座さんの誠意とか誠実なそういったものが伝わって仲間の中での信頼を得ている、その誠意がものすごく認められてきている、そんな感じにも見えますね。大田さんは人とたくさんであまりつるむ的なことはしないんじゃないかなとは思うんですが、たくさんの人の中にいることが嫌いでもないと思うんですね。どういったシチュエーションであってもすごくマイペースに入れる人たちなんじゃないかなとも思うんですが、そのマイペースさがとても周りの人に心地いい感じを与えている、そんな感じも伝わってきますね。その5ハウスにすごく自分が満足している感じのカード、そして逆位置はスローダウンですね。自分の過去についての発信をしていること、それに対して注意見直しが必要と出ているんですね。あまり頑張りすぎないでくださいよという感じかもしれないですね。真面目にやる感じじゃなくて、ゴハウスの表すように楽しい気持ちで続けていけれるように、あまり真面目な感じで硬くならないでくださいねっていうような、スローダウンだよ、マイペースでいいよっていう感じが聞こえてきます。この4のワンズは家を表している。大石田さんが今、いろいろあったな、でもちょっと落ち着いてきたわっていう、そんな状況になっているのが伝わってくるんですね。天王星が入ってきてバタバタした9ハウス、冥王星がいてかなり環境が変わったり、今までに経験したことないようなそんなエリアの経験が起こってきた。それに対しても少し落ち着いてきたと、家でゆっくりしましょうかと、さあ家を楽しみましょうかねっていう、そんなスローダウンの感じが出ているのかもしれないですね。それに対して今は嬉しそうな満足そうな、そんな大石座さんが家でリラックスしている姿が浮かんできますね。または家に対して何か自分の楽しみが見つかってきている、家について意識が向き始めている、家を整えていこうかなと、マイホームを持っていこうかなと、家というものに興味が向き始めている、家について考えることが大志田さんにとって楽しみにもなってきている、そういうことなのかもしれないですね。もしかしたら義理の家族、そういった方々といろいろあった、そういう中で自分のプライバシーが守れる空間、スペース、
自分が居心地がいいと思える空間、そういったものを求めて家というものを移動してきた。何か環境が移動したというのも出ているので、移動して引っ越しが起きたのか、今はそういったスペースを確保できているよと、今すごく落ち着いているよと、自分のスペースかなり確保できたんじゃないかなというのも、この4ハウスにすごくいいカードが出ていて、安定させていけたんだと、自分のスペース確保できたんだというようなカードも出ているので、そういうことが起きてきているかもしれないですね。この10オブカップスはもしかしたらすごいお祝い的な、何かおめでたいことが起きる、または起きた、結婚というのもおめでたいことですね。そういうことかもしれない。もしかしたらお子さんの結婚なのかもしれない。お孫さんの結婚なのかもしれない。何かおめでたいことが起きた。ご自身の結婚かもしれないんですね。または出産とか家族が増えるよといった意味合いでのおめでたいことなのかもしれない。ご家族の中にそういったおめでたいことが起きる、または起きた、そういうことを表している可能性もありますね。家を確保できた、家をゲットできた、そういうこともあるのかもしれないですね。4ハウスでは金星も逆行するんですね。この夏に金星が逆行する。なのでその時期にそういったおめでたいニュースが来るというのもあるかもしれない。金星が逆行するということは、牡牛座さんの中の家というものに対しての何かときめき、そんなものへの気づきが起きるのか、私の好きなものはこういうものだなという、そういうものが見つかる感じかもしれないですね。金星逆行にそういったときめき、自分が好きなもの、それへの気づきが起こる。それが家に対してとか自分のスペースに対してインテリアであるかもしれないですね。自分のときめき、そういうものが見つかって、こういう家具を揃えていきたいんだと、自分の心地いい空間を作るために何かの気づきがさらに起きてくる。とてもいい空間が作れていくんじゃないかなというのが伝わってきます。大志田さんはそういった感覚とかそういうものもすごく冴えているので、そういった感覚を生かして本物志向であったり心地の良いスペースが作れる、そんな感じがするんですね。ここはスローダウン、見直し注意ですね。クイーン・オブ・ペンタコーズが逆位置、金星逆行までにそのときめきが見つかる、そういったものが発見できる、気づくことで発見につながる、そういったものが流れてくる、自分の RAS がスイッチオンになる、自分の気づきを得ること、自分の好みが分かること、それがすごく大事で、自分の好きなものが分かった、だから金星逆行でそういったものが見つかっていく、そんな感じかもしれない。クイーン・オブ・ペンタコーズは自分への許可も表しているかもしれないですね。自分に対しての許可をしていく、受け取っていいですよ、もっと自分の心地いい空間というものを作っていいですよ、許可をしていこうと、そんな風に教えてくれている。なのでさらにまた落ち着けるような土台がしっかりするような、そういう家になっていく、そういう土台がしっかりしていく、そういった土台が大下さんのスキルをアップさせる、
そういうセンスの良さとか感覚、そういうものを生かしていくこと、自分のスペースをまずしっかりさせていくこと、自分のスペースをさらに素敵なものにしていくこと、それが金星逆行にさらに起こってくる。大志座さんの社会の活躍という面でも生かされていく、そんな可能性にもなっていくかもしれないですね。土台がしっかりすること、それが社会の活躍につながるとも言えるし、そこで生かしていく才能のさらに広がりが社会の活躍にさらに役立つようになってくる、リンクしている感じがすごく出ていますね。大志座さんのセンス、感覚、それが生かされていくことで自分のスペースが心地いいものになってくる。それがさらに大志田さんの人生の土台をしっかりさせていく。その土台が社会の活躍の土台となっていく。もしかしたらその才能を生かしていくことにもなるかもしれない。とにかく自分のスペース、そういうものが安定することが社会の活躍にリンクしていきますよというのが出ていますね。一つ前のサイン、大志座さんで言うとお羊座さん。お羊座さんは一歩先の未来というものを経験しているんですね。お羊座さんにとって今冥王星は11ハウスに移動しようとしている。冥王星が10ハウスにいた。なのでお羊座さんは10ハウスの冥王星という経験を先にしているということですね。一つ前のサインでお伝えしたカードリーディングの内容っていうものがもしかしたら何か参考になることもあるかもしれないですね。12ハウス、そのワンネスとかスピリチュアルというものを表すところ、そこには3という数が重複している。3というのはニュートラル、中庸という意味。ここに対して何かニュートラルになることが起きてくると、12ハウスは議論ですね。議論のカウンセリング力というものを使うことでニュートラルになる。スピリチュアルにおいて何か表現したいことがあるとして、それについて制限が起こっている、能力が使えない、そういうストッパーみたいなものになっていることがある。もしかしたら過去に小さい時に大志田さんが伝えたこと、それはレベルが高すぎて周りの人には分かってもらえなかった、そんな経験があったかもしれない。その経験によって大志田さん自身が自分を表現することをやめてしまったことがあるのであれば、その表現、それがスピリチュアルにつながっていくこともあるかもしれない。そのことを表現していこうよと、ヒロがいる間にそういう癒しが起きてくる。その癒しが起きたことで大志座さんのスピリチュアルのエリアに対しての表現というものがさらに今後起こってくるんじゃないかなと思います。ちょっとハートブレイクしているような感じなんですね。なのでこの3 of Swords、このカードは大志田さんのスピリチュアルというエリアでの表現、そういった制限が解除されていく、そんなことを表してくれている。大志田さんのスピリチュアルのエリアを見直していく、癒していく、そして使っていってくださいねっていうのが伝わってきます。スピリチュアルのスキル、そういったものを全開でいくよっていう感じに聞こえてきますね。12ハウスのこのデビルのカードが逆位置、やはり見直しっていうものをしてくださいって言ってるんですね。
で6のこのラバーズの逆位置なんですね。なのでこの軸かなり見直ししてってくださいね。これからお医者さんのこの軸使っていきますよ。気論の癒しが起こることでこの軸というものが生かされていく。興味深いのがデビルのカードとラバーズのカードがすごく似ているんですね。人間関係っていうものを表している。人間関係っていうもの、パートナーシップや義理の家族、そういったものからこの軸への目覚めはかなり起こってくるよっていう、それを表したかったんじゃないかなと思うんですね。そういった意味でこのカードが対極に逆位置で出てきてくれている。すごく伝えたがっている、そんな感じなんですね。また深掘り動画を撮る可能性があるので今回はこんな感じです。